どうも、時丸です。今日は、答えはすべて過去の自分の中にあるっていう話です。雑談です、今日は。はい。ネスカフェじゃない。今日ね、水飲んでます。散歩してて、暑かったね、今日も。で、結構季節の移り変わりを感じています。なんか、やっぱりこう、虫がね、8月の後半ぐらいになると、こう、土の上に毛虫が繁殖するんですよ。で、そこを私はこうサンダルで避けながらいつも歩いて行ってるんですけど、で、それが来たらもう夏の終わりを感じるんですね、毎年。うん。で、これはやっぱりこう、毎日歩くようになってから気づき始めましたね、こういうのは。で、それが終わって、で、毛虫がね、本当にこう気持ち悪いんだけど、最初は。でもなんかそれをこう見ながら季節が変わるなっていうのを感じて、で、ちょっとずつこう涼しくなってくるというか、気温がこう下がってくるような感じ。まあ、まだまだ全然暑いんだけど、そういう感じでね、歩いていた時に、ふと思ったことです。もう一つ見た光景があって、今日おじさんが、なんか、マルチーズを散歩させてたんですよ。自分の犬をね。で、マルチーズを散歩させてて、リードがこう絡まるじゃないですか。こうなんかいろんなとこに行ったりすると。で、そのおじさんがこうリードが絡まった時に、こうくるっと回ったんですよね。こう、自分がこうリードをこうなんかこう手でこうやって解消するんじゃなくて、その犬の流れに合わせて自分がこうくるっとこう回転して、なんかむちゃくちゃ楽しんでるように見えたんですよ。踊ってたというか、そのマルチーズの散歩で踊るおじさん。なんかそういう風景がね、今日は見れましたね。で、これはまあ今日の内容とは全く関係ないです。はい、すいません。で、答えは自分の中にあるって話なんですけど、これよくその自分は何をやりたいかわからないとか、あるじゃないですか。誰もが迷うじゃないですか。で、これはまあずっと続くものだと思っていて、なんか自分のこう転職みたいなものを見つけたなって思ってる人であっても、それをずっと続けていくと、やっぱりこう微妙にいろんなとこにシフトし始めたりとか、一旦停止してまた新たなことを始めたりとか、そういうことってあると思うし、で、若い時代っていうのか、仕事をする前とかであればね、まずどこの進路を目指そうかとか、どこの学校に行こうかとか、そういうとこで、みんな迷って、で、自分の道をこう、決定していくわけですけど、だからそれをこう重ねていくと、やっぱりこう年齢とともにその自分の経験値が上がってきますよね。で、上がってきた時に、みんなやっぱりその外に自分のやりたいこととか、自分が目指す方向を見つけがちなんですよね。だから、こう YouTube でいろいろ探したりとか、旅に出たりとか、自己啓発の本を読んでみたりとか、新しいことを勉強したりとか、もちろんそれをやるのは大事で、それによって見つかることもあるとは思っています。ただ僕が今まで生きてきた中では、僕もそのいろんなこと、外に外にっていうふうにいつも求めてたんですけど、結局なんか自分がこう落ち着くところっていうのは、自分の過去に真剣に向き合った時なんですよね。それは仕事で言えば、本当にこう僕はその営業とかがダメで、会社に勤めるとかもう無理で、だからいわゆるその社会不適合者みたいな感じでずっと生きてきてるんですけど、それでもなんとかその仕事をね、やってきて、で、結局でもやっぱり無理だと、なんか組織とかでやるのは。で、やっぱりそうなった時に、やっぱ昔のことを思い出したんですよね。昔っていうと本当にその子供の頃です。もう10代とか、10代とかですよ。本当一桁台の。で、そういう時のことを思い出した時に、なんか、自分でその粘土とかで物を作って、で、売ってたんですよね。もうこれおかしな話ですけど、自分でその紙粘土、あれパン粉粘土だったかな、いわゆる固まるやつね。こう練ってからその形で形状が記憶されるタイプの粘土があったんですよね。で、それでなんかブローチとか、なんかそういうこう小さなものを作って売るってことを、なんかもちろんそのごっこですけどね、販売ごっこみたいなことを、小学校ぐらいの頃からやってたんですよ。
で、それはものづくりをしていたおばさんとか、あと絵を描いていた父とか、なんかそういうところからいろいろインスピレーションを受けてっていうかね、実際にその道具とか借りて、なんかいろんなものを与えられて作ってたっていうのはあるんですけど、なんかそういう経験があって、で、普通にその社会人になってから、その営業とかやるようになって、なんか営業っていうのはその基本的に商品があって、それを誰かに売る、お客さんに売るっていうものじゃないですか。で、なんか自分は、なんか人が本当にいいものしか売りたくないなってずっと思っていて、で、それは今も変わらないんですけど、だからその YouTube で紹介するものとかも自分が本当にいい、で、自分が実際に使っているものだけを紹介していきたいと思ってるんですけど、そういうなんかその組織を挟んだりとか会社を挟んだりする販売とかクリエイティブっていうのは僕に向いてないなと思ったんですよ。で、それで、模索し始めたのがやっぱりその直接的に自分がもう作るってこと。で、ダイレクトにやるってこと。で、それがやっぱり最初は写真だったし、で、写真は実際に、撮って、で、撮った写真をお客さんにあげることによって、直接的に自分の、作ったものを還元できるっていう、そういう構図。でももちろんやっぱりその広告業界とか、ファッション業界とかになると、必ずそのクライアントがいて、で、事務所があってみたいな、でいろんな共同作業でやっていくわけですけど、で、やってきたわけですけどね、今までね。で、それが、今、個人でできるようになったっていうところが大きくて、すごく。で、それはAI が入ってきたところも大きいです。で、一点突破の、その一つの専門職みたいなところが、なくても、いわゆるそのジェネラリストっていうか、いろんなことができる人が AI を使えば、自分が作ったものをもう直接、自分が作ったクリエイティブを直接届けられるっていう風な時代になってきていると。だからますますその会社とか組織とかの意味合いがなくなってきている感じもするし、で、個人で生きやすいような時代になってる。で、自分はそういうふうに過去のことを思い出した時に、自分がやるべきことってそうなんじゃないかなってことを思って、で、それをやっていったらうまくいったって感じなんですよ。で、もちろんその人それぞれそのいろんな方法とか方式があって、で、結局さ、そのポジショントーク的なところはあったりとか、バイアスがかかってたりはしますよね。今までそのいろんな方向を目指しながらみんなやってきたけど、結局その失敗した人たちの声っていうのは届かなくて、で、それをうまくいってる人とか成功してる人の声しか届かないっていう風な状況になっていて、で、そこしか見れてないっていうのは確かにその良くないところ、ではあるし、そこだけを見て進んでいくっていうのは良くないんだけども、そのサンプル的に、その失敗した人たちの声とか、もちろん聞くのも大事だし、で、その失敗っていうのは外じゃなくてそれも自分の中にあるってことなんですよね。で、これまで本当に僕もいろんな失敗をしてきて、で、たくさんの人を傷つけてきて、迷惑をかけてきて、でもそれをやってると、やっぱりなんとなくね、生きてると、またその同じ問題に当たるってことってあるじゃないですか。これなんか過去にもこの感じあるぞみたいな。なんかそういう時に、ちゃんと思い出してみるんですよ。自分がその過去に引っかかったところとか、過去に失敗したこととか、で、もちろんその小さな成功体験、逆にその成功したところをもう一回見直すっていうのも大事なんだけど、やっぱりその失敗から学んでることの方が多いんですよね。で、過去こういう方法をやってダメだったから、じゃあ今回はちょっと変えてみようとか、そういうところで新しい方向に進んでいくこともできると。で、今その最初に話していた自分のやりたいことと失敗の話を混ぜて話してるんですけど、そこはだから、自分がやりたいことと厳密に関わってくるっていうことだと思ってます。よくトライアンドエラーとかって言いますけどね。で、歴代の人物のね、レオナルド・ダ・ヴィンチとか、エジソンとかも、成功したものだけが今の現代に残ってますけど、むちゃくちゃ失敗があるわけですよね。で、その失敗の中でそれを繰り返しているうちになんかポッて成功したものが電球になって、で、その電球を今みんな使ってる生活があるみたいな感じで、必ずなんかやっていれば、なんか正解が見つかる時があるんですよね。で、それはやっぱりその自分の経験というか、失敗をすることによってしか得られないし、後で振り返った時にしかわからないっていうことなんですよね。で、すべての正解が過去にあるっていうのは、その過去にしがみつくっていう意味ではないんですよ。過去に執着するっていうのとはまた違う意味なんですけど、で、そこちょっと難しいんですけど、過去を大事にして、過去のその成功体験だけを引きずっていくっていうのは、良くない方向に行く場合もあって、
で、まあいるじゃないですか、よくね、おじさんとか年配の方でもう自分のその成功体験のことだけを話す人たちって。でもそれって当たり前ですよね。そのもう時代が違うし、そのバブルの時代とか80年代とか70年代のことを、俺はこうだった、俺はこうだったって言われてもね、もちろんその経験を聞くのは面白い時もありますけど、なんか、そうじゃないだろうって思うんですよ。今の時代っていうのは。やっぱみんな今を生きてるわけだし、で、これからはその未来しかないわけだから、その未来に向かって進んでいかなければならないんだけど、その時に自分の中に答えを見つけていく。で、自分のことをもっと深掘りしてみるっていうのかな。なんかそういうことなんですよね。うん。それによって、そっちの方が遠回りに見えて実は近道だったりするってことです。よくデジタルデトックスの話とかデジタルミニマリズムの話もしてますけど、今ってその情報が多すぎますよね。で、いろんな方法論がはびこってますよね。で、それはもうフェイクニュース的なものから AI で作られたなんかもの、怪しいものからちゃんとしたような情報まで全てが入り混じってインターネット上にあって、で、ほとんど無料で得ることができて、まあ、たまに有料のものがあって、で、かつその昔のオールドメディア的なね、本とか、テレビとかラジオとかそういうのも存在していて、あらゆるとこでもう情報が飽和状態。で、その中で、じゃあ自分は何を基準にしてやっていけばいいんだろう。何を目指していけばいいんだろうっていうのって、以前よりもものすごく迷いやすい時代になってると思うんですよ。だからこそその有限性っていうのが大事だと思っていて、で、有限性の一番の根源っていうのは自分の体ですね。うん。この身体っていうのは、もうどこまでも有限である。まあこれちょっと表現おかしいですけど、身体っていうのはもう本当どこまで行っても有限だってことです。だからこの体を二つに分身させて、なんか二つの仕事をさせたりとかもできないし、この私の身長、手が届くより上のものを掴もうと思ってジャンプすることはできるけど、そのジャンプをできる限界より上のものにタッチすることはできないってことです。そういうふうに、限界があるってことで、その有限性を自覚するっていうこと、自分は無限じゃないんだってこと。それをまず自覚するのが一つかなと思っていて、で、その今自分は無限に何でもできるっていうふうに錯覚しやすい時代だと思うんですよね。で、それはさっき言ったように情報が無限に手に入るからです。しかも無料でいろんな情報が手に入るので、で、自分はもう無限にできるって思っちゃうんですよ。で、それが生産性とか効率化っていうものにつながっていっていて、で、24時間しかない時間の中で、いかに詰めていくか。で、いかに隙間時間で作業して自分の効率を上げて収入を上げるかってことをみんな考えてると思うんですけど、そもそも限界があるってことなんですよ。うん。限界があるってことを自覚しないと、もうそれでただ疲弊していくだけの状態になる。まあ、つまりラットレースになるっていうことです。ラットレースになって、うまくその回ってるように思っているけど、全然心とか意識はこの今にないっていうことです。先の方に置いていて、自分の体だけが、体と精神は消耗させて、時間を先延ばしにしている、先送りにしているって状態が続くってことですね。だからその時間をコントロールできるっていう風な意識を手放して、そして自分の体は有限であるっていうことで、思考とかそういうことも全て有限であるっていうことを自覚するっていうこと。で、それからその無限に溢れてくる情報も全てを手に入れようとするのではなくて、一回自分という有限性の中に戻っていくっていうこと。まあよく多分まあその就職とかそういうこう面接とかでは、ね、なんかそのストレングスファインダーとか、なんか自分のその分析をするために、その過去に好きだったこととか自分が興味があったことは何かっていうのを振り返るとは思うんですけど、でもまあそれですよね、いわゆるね。それをもっとその自分流にカスタマイズしてやるっていうのか。で、それにはその直感的なところが大事だと思っていて、全てがそのロジックだけで言ってしまうと、またそれがその生産性とか効率化とかに結びついてくるところが、ちょっと罠ではあるんですよね。だから、そのまあストレングスファインダーとかそういう自分の強み見つけるみたいなその質問に沿ってやっていくっていうのはもちろん、効率的ではあると思うんですけど、それが全てではないってことです。自分だけしか回想ができない過去の記憶とか、過去の思い出とか、嫌なこと、そして良かったこと、失敗したこと、小さな成功体験、そのようなものをもう一度見つめ直すことによって、自分はどういう状態が好きなのか、自分はどういうことを目指したいのか、自分はどこへ行こうとしているのか、どこへ行きたいのか、そういうのが
見えてくるなと思いますね。で、それに役立つのがやっぱり散歩で、で、ミニマリストは暇だから散歩ばっかりしているっていうね、ふざけたショート動画を私上げてるんですけど、そういうこと前から結構いろいろ話はしてるんですけど、でも散歩していると、いろいろそういうこう、無駄なことっていうのかな、無駄なことが思い浮かぶんですよね。で、無駄なことがやっぱりこう大事というか、なんか最近はますますそういう風に感じてますね。無駄なことって言うけど、でも結局その無駄じゃないんですよね。なんか無駄なことって。なんかすごい今日もそのいろんなこう馬鹿げたこととか馬鹿げたアイデアとかこう出てきたんですけど、なんかそれがぐちゃっと混ざってなんかになるんですよね。何かを形作っていくことがあるんで、だからその無駄なものって一切ないなっていうか、で、まあミニマリズムもそうですけど、結局その無駄を省いていくとかね、自分の生活を効率化していくためにミニマリズムを使うみたいな話ってよく強調される部分ではあるんですけど、だから無駄なものを排除して自分のやりたいことに集中するってよく言われることで、自分もよく言ってることですけど、排除しない方がいい部分もあるっていうのは、そこはバランスが難しいのと、あとはその、あくまでもミニマリズムはツールにしか過ぎないっていうこと、そういうことを意識しておくことも大事だと思います。減らしすぎないっていうこととかもよく言ってますけど、なんかそのミニマリズムといえばっていう、なんかそのステレオタイプみたいなものがね、はびこっていて、で、何もないこんな部屋で暮らして、少ない家具でね、なんか自炊はせずに全て外の外食のインフラに頼ってみたいな、なんかそういうイメージついてますけど、まあそれはまあ一つのステレオタイプであって、で、実質は皆さんにこの間コメントいただいたようになんか、自分が長く使っているものとかでももう人それぞれ違うし、それぞれの人生っていうかスタイルがまずあって、で、そこに、まあツール、あくまでも道具としてのコンビビアルな道具としてのミニマリズムを適用していくっていう、なんかそういうイメージですね。で、今日もちょっと何喋ってるかわかんないし、僕もちょっと方向性を見失ってきたので今日はこの辺にしたいと思います。で、このチャンネルではミニマリズムの実践や哲学について、自分の実践から共有してます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。で、持ち物リストや日々の深掘りジャーナルはコアメンバーシップで、書いています。で、週に1回、毎週土曜日ですね、ニュースレターも書いてますので、そちらもぜひ、そちら無料で購読できますので、ぜひ購読してみてください。今週も頑張ろうな。チャオチャオ。